改めましておはようございます。今日ですね、女性分がたくさんいらっしゃるんですけど、前列2列埋めていただきましてですね、気持ちがちょっと高揚しておりますので、はい、頑張ってお話ししていきたいと思います。今ね、もう、立秋を過ぎて、暦の上ではもう秋ということになるんですが、今日あたりは非常になんていうかな、過ごしやすい気候になってますけど、夏今年は40度を超えるような、酷暑日とかね、なったりとか、あるいは急に涼しくなったりとかっていう温度変化も激しくて、それから最近多いゲリラ豪雨とかねあって、我々人間はこういうねクーラーの効いた部屋にいるんですけど、盆栽はねかなりね厳しい、夏を過ごしたんじゃないかなというふうに思います。でいろいろとX とかでも、ね、見てても傷んじゃったとかね、枯れちゃったみたいな話もよく聞くんですけど、皆さんどうですか、今年大丈夫ですかね。悲しましたね。今日はねちょっとそれの一つである水やりっていうね、お話をちょっと考えてるんですけど、実はLINE アカウントで、水やりの話ということだったんですが、実はちょっと内容違ってですね、針金掛けの話と水やりの話という2本立てでいきたいと思います。どっちかというと針金の話をね、したいなと思ってて、でかなりねこれは今日のね、講話内容なんですけど、盆栽作業の基本である針金掛けと水やりのとっても大事な話って自分で言っちゃってるんですけど、多分参考になる話になるかなというふうに思います。で私の話はいつもそうなんですけど、だんだん話それてきますんで、そこは最初からちょっとお承知おきをお願いしたいんですけど、それを多分皆さんにとっていい話かなということでいろんな話を付け加えさせていただきますんで、そこのところは我慢して聞いていただければと。それから話の中にここにねいらっしゃる浜野会長の話とかですね、そのもう一つ前のお父さんですね、元助先生の話なんかはなかなか皆さん聞くことないと思うんですけど、多分ね私だけが知ってる話じゃないかと思うんですけど、昔の先生方から聞いた話なんかもあって、そういうのを当事園にね残していきたいっていうのもあって、そこら辺の、話もちょっと加えてやっていきたいなというふうに、思います。ちょっと昼の話聞いてて気持ち悪くなったとかどうしてもトイレ行きたいとかね、喉乾いたとかっていうの全然自由に出ていただいて結構なんで、我慢しないで気軽に聞いていただければというふうに思います。はい、それで、早速入るんですが、第1部第2部と2つ分けてます。で1つ目は針金を背中に当てる理由の昼間理論とちょっとかっこいい名前つけたんですけど、これは私が考えてる多分こういう理由でこうしてんじゃないかなっていうことを、自分なりに理論を考えて、やって、おそらく合ってると思うんですけど間違えてるかもしれません。でただ、それっていうのは皆さん頭の中に入れながらやっていただくと非常にスムーズに仕事ができるんじゃないかなっていうところで、これ曲げるところの背中に針金をかけなさいとか、針金が背中にあるところは曲げなさいって、これ聞いたことないっていう方いらっしゃいますかね。針金かけして、やっぱりそうなんですよね。ちょっとこれいろいろ今日小道具を用意しておいたんですけど、例えばねここに曲げたいな、針この部分をこう曲げたいなって言った時に針金かけってここからスタートしてきますね。でねここら辺の段階でもうここ狙うんですね。2週ぐらい前の段階でここ狙わないとここ行かないんです。なんで自分の中で今ここに下に入った、そうすると上入って下行って上行くねっていうのを狙って上行って下行って上行くねってこういうふうにここに当てなきゃいけないんで、ここを狙うっていうのは基本なんですね。で、逆にこれもね先週話しててこういう話しなきゃいけないなと思ったのが、そういうね背中にかけるって話をするんですよって言ったら、そもそも皆さん針金かけなさいって言われてるからかけてる。でかけてるんだけどそれがどういう形になるかもわからないし、どこをどうするかって分からずかけてる。で場合によってはそのかけたやつを、先生できました、針金かけ終わりました、川崎先生、広田先生、
ちょっと作ってくださいって預けちゃって、最後先生に作ってもらって「わあすごいよくできた」って「先生上手」って当たり前なんですけど「すごいかっこよくなった」って作ってもらっちゃうケースも多いと思うんですね。で本来は盆栽って自分がこの形をどう作ろうかっていう理由があってやってるってこう書いてるんですけど、目的があってこうしたい、でそのための手段っていう作業だということになります。でちょっとこっちで用意したのが、これは心拍の文人なんですけど、これね私が上描いてこれまで動画で実は撮って、これも懐かしい浜野会長がねこの辺に枝があって保険を残しておいたんですけどいらないって言われてね、で思い切って切っちゃって、作ったっていう木なんですけど、ちょっとなんか斜めに倒れちゃっていつの間にかこんな形じゃなかったんですけど、そうするとこの木をどうしようかなってまず考えるのが先なんですね。針金掛けの前に。でちょっとこれだと寝てるなっていつの間にか寝ちゃったんですけど、でこれよく使うこういうこれをねクッションにしてこうすると割と固定するんですけど、イメージ的にこんな感じに少し立ててやろうかなって。でここの落ち枝がこう効いてくるわけですね。ここを見せたいんですね。そうすると正面はこの位置この角度で例えばここがいわゆる利き枝っていうやつですから、ここをこう棚を作りたいねって2つ3つちょっと枝多いんで少し抜くようになると思うんですけど、こういうふうに棚を作っていくよと。でそれを目的として針金をかけていく。なのでちょっと針金かける時もですね、そこら辺、いらない枝っていうのを先に抜いちゃってもいいんですけど、こういう棚を作るよ、あるいは、希望とするところの、位置に枝を持っていくよってこういうような理由があってかける。これですと、順番がこう上から降りてきますんで、上になるところがちょくちょくこういう情報を入れてきますけど、上から枝が降りてきますんで、この枝とこの枝があったらこれが上に行くっていうのが基本です。まずは上から枝が降りてくるんで上に枝をつけて、これが一番こう下に効く枝になります。これじゃ逆なんですね。上からある枝のところで作って棚を作って、その下に棚を作ると。でこれが一番効くんで、もうちょっと高度な話をすると、これを生かすためにですね、こういうやつを少しなくすんですね。取っちゃうか後ろに持っていくか。これはねかなり高度なテクニックなんですけど、これを効かすためにこういう近くにこういうのがあったらこれが目立たないんですね。というようなところでこれを例えばこの枝を取っちゃってこの辺を後ろ持っていくとかで、要はこの枝が効くねっていうのを作りたいというイメージを作って針金をこうかけていくということなんですね。ちょっと難しい話入っちゃったかもしれないんですけど、で今言った針金掛けとはっていうところで、そのかけることが目的じゃなくて、目的があってかける、そのための手法ですよということになります。で、ちょっと基本の話をね、せっかくこういう機会なんで針金掛けの基本の話をちょっとしたいと思います。今日ですからこういうレアな話、喋りたかったレアな話と基本の話と両方こう針金と水やり両方しますんで、基本の話ですね。でまずこの針金掛けの目的ですね。こう書いておきました。まず幹を曲げるとか、枝を曲げるとかね、あと棚を作るって言って、ちょっと置いてきちゃった。棚ってね、ポンポンポンって作るのが棚なんですけど、今年ぜひねチャレンジしてほしいのが、五葉松の、針金掛けでこう枝を針金かけてきますね。一本一本で先生に目起こしなさいって言って先端だけこうやって目起こしするんですけど、割とね針金かけて目起こしをしてここがガランドになっちゃう人結構多いんです。でこの当然とかね高木さんとか園主もそうですけど綺麗にここね埋めるんですね。でそれって例えばこういう短い枝をここに寄せるとか、あるいはこっちから枝を持ってきてこうやるとかで、よく剪定する時に、上と下の枝取っちゃいなってよく言われるんですけど、横の枝を作っていくのは基本、これはそうなんですね。ただ五葉松とかの場合、上の枝って結構使い事があります。そのままこの棚を埋めるために。
立ってる枝ですね。それはそのまま使えることがあるんで、よくね、なんか YouTube でね、カンタの法則って聞いたことあるんですけど、なんかね、こう4つあって、横の2本取っときなさいよって。これ正解なんです。で、心拍だとか臓器だとかっていうのは、この2本取っとけば、懐から吹いてきますんで、これは基本でいいんですね。で、今言った、五葉松だとかっていうのは、懐がね、飛びやすいんですよ。黒松、赤松に比べると非常に間延びする性質があるんで、この立ってる枝っていうのは取っといて使えることは結構多いです。言いたいのはその棚をねちゃんと作りましょう。だから今年皆さん針金掛けをねやって、これから秋冬とやっていくんですけど、その時にその棚を作るっていうのね、ちょっとね後で持ってくる忘れちゃったんですけど、こういう先週暇だったんでちょっとやったんですけど、そういうものをちょっと意識してやってもらえるといいと思います。ごめんなさい、2番目の棚を作るところですね。で、枝を下げたり理想とする位置に配置するよというようなことになります。で、基本作業ですね。これも多分一番覚えてなきゃいけない話なんですけど、アルミ線と銅線と、針金が2種類ありますよ。で、当時円ではという言い方になるんですけど、臓器の場合はアルミ線で、小白類の場合は銅線ということになります。最近は小白でもね、結構アルミ線かけやすい。いろいろ結構ね、細かく曲げるようなアルミ線かけやすいし、この盆栽町もそうですし、全国的に業者の方でもアルミ線で小白かけることはあります。でも例えば国風店とか行った時に小白にアルミ線かかってることないですよね。やっぱりそこは盆栽の本来の作り方としては小白は銅線ということがあります。で、アルミ線の場合は、柔らかいですから、厚みが2分の1、枝の2分の1、あるいは幹の2分の1、これが基本になります。曲げるときは枝の2分の1、銅線の場合は硬いですから3分の1ということになってます。で、なんでじゃあ臓器と、小白でね違うのかなって、かけるあれですね、銅線とアルミ線が違うのかなっていう私の理解なんですけど、ちょっとどっか行っちゃったな。昔の方っていうのは、ここで言うともうあと飯島さんぐらいですかね。原先生と、川崎先生、飯島さんと私ぐらいの時までは、やっぱりもう昔はもう必ず臓器はアルミ線で、アルミ線に、ちょっとなくなっちゃったんです。紙テープ、白い紙テープ、あれを必ず巻いたんですね。で、その理由は、アルミ線の場合は太いということで食い込みづらい。で、なおかつそこに紙テープを巻いてクッション性を出す。で、臓器っていうのは、盆栽でいうと女性の木なんですね。で、小白類ってのは男性の木。なんで男性の木は、食い込んでも結構その肌が荒れてきて、それが目立たなくなってくる。で、臓器は女性の木なんで、やっぱり優しく至らなきゃいけないですよ。女性の木なんで傷もつけちゃいけないということで、食い込みづらい太いアルミ線を使って、なおかつ、別に笑ってもいいところなんですよ。ここは大丈夫はい、我慢しなくて大丈夫です。はい、女性に優しくしなきゃいけないということで、はい、で紙テープを巻いてですね、傷をつけないようにするという太いアルミ線でですね、という私の理解をしています。ということで、使い分けてる。今は、だから、繰り返しですけど、アルミ線でやってもいいよ。特にね、銅線硬いんでね、硬いし、高いしっていうのがあって、だから、当時の方でも、最近、小白もね、アルミ線かけるようになったんですかね。佐藤さんというね、この前お弟子さんいたんですけど、佐藤さんが、晩年ぐらいからかな、アルミ線でもかけるようになってきたんですかね。それまでは、我々は小白にアルミ線かけてると、先生に怒られたね、笑われたんですよね。何を小白にアルミ線かけてダメだよって、そういう時代だったんですけど、今はそういうのを良しとされているというところですね。はい。それで、あとは針金同士が重ならないようにって、これも多分注意されながらね、針金かけたら太い針金かけて、次に細い針金かけるときに、重ならないように、上にね、乗っかったりクロスしたりしないようにということで、それも2手先、3手先読まないとなかなかそこまでできないんで、多分そこら辺も、よく注意される、この太さと、重なり
っていうところですね。それからね、針金は1つの枝に3本まで、これもよく厳しく言われたんですね。まあ我々しつけをするんで、本数あってもいいんですけど、やっぱり見た目美しく、針金かけても美しくというのがあって、そうするとね、3本以上かけるとやっぱりもう針金だらけになっちゃって、もう下手するとアルミ線なんかね、太いですから、もう幹が見えないぐらいもうアルミ線だらけになっちゃって、ワイヤープランツみたいになっちゃうんで、それはもう一応3本までって言われてます。だからそこはよくじゃあ3本で終わるようにもうちょっと先までかけようかとかね、そういうことが今度必要になってくるわけですね。で見た目が美しくということですね。それから斜め45度にかけなさいよってこれ言われてます。でこの斜め45度も、基本斜め45度なんですけど、ちょっともう一歩、難しい話をすると、大体ね初心者の方ってこれピッチが短くなっちゃうんですね。割とこう間隔が短くなっちゃう。そうするとスプリングになっちゃって針金が効かなくなっちゃう。なので、そこは気をつけて斜め45度で、さらにというと、これも浜中町よく言われてたんですけど、ピッチってね少し長めに取った方が、こう斜めにやった方が美しく見える。だからプロは割と45度って言うんだけど、もうちょっと間隔空けるんだよ。でその方が見た目美しいし、多分効くんです、その方が。ただここに当てるっていうのが今度難しくなってくる。だから斜め45度、さっきこれ言いましたけど、そう斜め45度は大事なんですけど、どこだ言った、曲げるところの背中に針金をかけるって言った最初のところですね。こっちの方が優先されます。重要です。だから、ピッチ短くなっちゃってダメよって言いながらも、途中こうやって例えば巻いてってですね、ここにかかんないな、これだとねこうかなり大きくなっちゃうなって言った時に、ちょっと短く足踏みする場合もあります。こういうふうにちょっと短くなって、それがあってもいいから必ずここを背中にかけなさいよ。こっちの方が重要です。ピッチ斜め45度とかね、もう少しピッチあった方がいいよって言うんですけど、少し足踏みしたりとかねしても、必ずこの曲げるところに針金をかけなさいということを優先していただければというふうに思います。で、いよいよ本題に入るんですけど、その針金を背中にかけるというのはどういうことかという話なんですね。で、ちょっとねここでね今日の一番私がドキドキしてるやつなんです。実験をしたいなと思ってて、で本当に背中にかけた方がいいのってそう言われてそうやってきたんだけど、本当にその方がいいんですか、その方が折れないんですかっていうことですね。折れないために背中にかける。なんで種も仕掛けもない、これ別にどっちは何もしてないんで、針金が上にかかったところと下にかかったところで同時に曲げてみようかなって。これでうまくいかなかったらちょっとこの話終わりですね。もうこれぐらいちょっとドキドキしてますけど、ここは下ですよね。でここを曲げる、ここに上にかかる。だからこうやって曲げればいいのか。そう、こっちは上かかってますね。でこっち下で、これで同時に曲げてみる。ちょっといきますよ。ちょっとねお湯つけたんですね。それがどう出るかなんですけど、ちょっといきますね。ここでなんかパキッて、折れてますかね。ここがかけてますね。よかった。こっちね大丈夫ですよ。大丈夫。曲がってますよね。曲がってますし、いやよかった。だから背中にちゃんとかけた方が折れないですよ。ここ針金当たってないから下に行っちゃってるんで折れちゃったって。同じように曲げるとこういう差が出ますよっていう、こういうことなんですね。なんでかけなさいよ。でじゃあこれは実験としてこうでしたって。じゃあなんでそうなのって折れないの、折れるの、ここはもう重要なんです。ここが昼間理論に入ってくるんですね。で折れる時って最初ですね、ここに書いてあったかな。そう針金を背中にかけるのは、枝が折れるっていうことですね。つまりその枝が離れる、こういうふうに
曲げるよって言った時にこう真ん中だとして、折れるっていうことはここにこういうふうにここにあった本来真ん中にあったところが曲げた時にこっちにこう離れるですよね。だから折れるですよね。でじゃあ背中に当てたらどうなのっていうのはそこをこう離れることを抑えるためのいわゆるストッパーというかブレーキかなって最初思ってたんです。背中にしっかり針金を当てることによってここが離れるのを防止するストッパーね、針金が出ないかなって最初考えてたんですね。だけどまあ滑りますよね。アルミ線も銅線も滑りますし、そんなストッパーなのかなっていうのがあって、ちょっと違うんじゃないかっていうことでいろいろ考えたんですけど、でまあいわゆる、昼間理論に入っていくんですけど、針金をかける時ですね、こう斜めにかけてきます。かけます。でここもかけます。でここに下に入っちゃった。こうですね。こうなった時、これがだから背中に当たってない場合ケースですね。そうするとここもうこれも今日のね、一番大事なところ、曲げる時は硬くて伸びない針金を丸々として曲がる。ね曲げる時は硬くて伸びない針金を丸々として曲がる。でここの答えが今日の答えなんですけど、ここね、いわゆるここです。ここって何ってなった時に私が考えるのは、ここはね支点。そうここ支点。要は針金は硬いですからまあ伸びない。そうするとここを支点に曲がってるよ、曲げるよって。そうするとここって遠回りするからやっぱり割れちゃうよねっていう話なんですね。で逆にこれをこういうふうに曲げるときに針金をかけていってここに当たったと。そうすると今度支点はここですよね。ってことはここの支点の針金、ここに近い背中の部分っていうのは割れないですよね。同じだから、同じ距離だからというのが今日の結論なんですね、実は。で、ここが支点になって曲げる。そうするとちょっと意地悪な考え方すると、じゃあここって逆に肉が集まってんじゃないのって集まるんですね。で、見本で持ってきたのが、そこの2つなんですけど、これね結構上手に曲がってるんです。多分背中割れてないで、これだけ鋭角にびっちり曲がってるんですけど、ちょっとこう太ってるの分かりますかね。こことか、ここちょっと後でもらったらここの横も膨らんでるしね、ちょっとこの先端ここら辺がねちょっと太ってるんですね。でこれが当然だから肉が集まってるから割れてないし綺麗に曲がってるんですけど肉が集まってる。で太ってるんですね。この幹の太さに対してここの厚みって結構厚いです。でこれもこっちのやつもそうなんですけど、どうやって見ると分かるかな。この角度かな。ここが結構厚みがあるんですね。で多分ね上もねコブになってる。こういうところをね、曲げると盆栽用語でね、熱を持つって言うんですね。多分ね先生今日来てないですけど、教室で曲げると熱を持つから太るんだよねって太るんですけど、私は熱を持つってどうなのって実は思ってて、曲げた時に触って熱いかなって。熱を持つっていうのはね多分盆栽用語なんですよ。でだけどそういう言葉が出てきますんで、それはもう本当に熱くなったということではなくて、多分組織的にはなんだろう、例えば組織が傷んでそれを回復するために肉が漏れたとか、あるいはこう切れた
織が切れてそれを再生するために多分太るとか多分そんなことなんだと思います。で、ああいうふうに曲げた時っていうのはまあ太ると。あれはねだからちょっと太ってるところをごまかすためにちょっとシャリ入れてあるんですけど、そこら辺をちょっと分かりづらくしてるかなって。もっとね前ちょっと私も持ってたやつかなり古文になってるやつあったんですけど、それもやっぱりそういうまあいわゆる熱を持つって言われるやつなんですけど、膨らみやすいということがあります。でちょっとねここから比較的スムーズなんでちょっと余談の話をしてきますね。枝をね例えばこれを下げる時、これは盆栽球の動画でやったんですけど、ここに鉄棒を当ててガクッと下ろしました。ダラーンとかいうのがダメなんで、むしろダラーンとなってるやつは鉄棒でやって上に、針金にくっつけて、こういう、鉄棒がこうにあって枝がねこんな風になってたんですね。でこれはむしろ、こう中途半端に曲がってるのダメなんで、これは逆にこっちに縛ってまっすぐにして一旦で、ここのね元ですね、ここちょっとあれだったな、ここが重要なんですね。ここにねぴっちりくっつける。これ鉄棒です。これ鉄棒をこの際のところにびっちりつけて一気にぐーっと曲げるというやり方でこれ曲げてます。でそうなんですよ。この下にねどれだったかな、これかな、保険取っといたんですね。でそれ YouTube 向けだったんで、これは曲げたんだけどこれ枯れるかもしれないからやるときは皆さん保険取っといた方がいいですよってで話したら会長がちょうど来られて、これいらないって言われて、いらないって言われて、っつって、で、もうその場で切っちゃった。で、切った瞬間、浜野会長が、切っちゃったのって、これは浜野会長流のジョークなんですけど、そういうことをね、言われたのはすごい覚えてるんですけど、まあ、枯れずにね、うまくいってます。ちょっとこう下がね、肉があるんで、下がりきってないんですけど、まあ、上を割らずに、下がってます。で、ここで言いたかったのは、枝をね、下げるときもいくつか方法があって、もう、これは、あれですね、ちょっともう余談の話入ってますけど、まあ、一つはね、針金をここにかけるっていうのは、ここに当てるっていうのはね、割れないように、そこは重要な、まあ、例えばこういうふうにやったときに、必ずここにこう、入るようにするんですけど、2つの方法があって、1つはごめんなさい、これをね下げる場合ですね、枝を下げる場合に2つの方法があって、1つはここに切り込みを入れるっていう方法があります。上にこれは、一番、曲げやすいです。ここが上が口開いてますから、下をだから下を支点にぐーっとこう口を開くわけですね。それなんで曲げやすいのは一番曲げやすい。ただ、デメリットとしてはここのね切り口がちょっとあんまりよろしくないんですね。ちょっと汚くなるっていうか下げますから、ちょっとこの傷がものに割れてるのが見えちゃうんですね。でもう一つの方法はこっちの下を削る方法もあります。下を削ってグッと下げる。そうするとこの落ちもきれいに落ちてるし、ここがね、やがて、形成層がくっついて癒着します。そうすると仕上がりとしてはこれがベスト。ただこれやった時に上も割れる可能性なんですね。曲げた時にアウトなんですよ。リスクが高いんで、曲げやすいのは上を削る。できれいに見えるのは下を削る。だけどリスクがありますよということで、まあ両方方法があるんですけど、今回この場合は、やってないので、まあだからこう肉があったっていうのもありますけど、まあ肉がもしかしたら集まったっていうのもあってちょっと盛り上がってると。下のところですね。だけどまあここのところが綺麗にガクンと落ちてますんで、まあそれはそれでよしかなということなんで、まあお好みどちらでもいいんですけど、まあ両方ありますよということになります。ちょっと余談の話ですね。でも枝を下げる方法あれこれというところですね。はい。結構駆け足で話しましたけど大丈夫ですかね。第1弾は、はい、まあ言いたかったのはここのね、どこを支点に曲げるのという話ですね。それによって、まあ、折れる折れないが違いますよ。まあ実験でもね、立証できたということです。はい。
でもう一つ第2部なんですけど、今度はね、梅雨の時の水やりっていう話です。でこれも